皆さんこんにちは、福祉ポストの編集担当の細貝です。今日はね、福祉ポストの、そもそもの始まりのところをねちょっと思い出して喋ってみようかなと思います。あのー福祉ポストを発行するのにお金がかかったりね、配布したりする実務があったりするんで、それのね、バックアップをしてくれてるのが、多摩市社会福祉協議会、というところで、実際にはそこから、印刷代とかねお金が出てます。で編集とかねその中身については、当初の話し合いで、ここの蓮光寺聖ヶ丘地域の、地域福祉推進委員会っていうのが、社協の、あれで、できててね、で地域の人たちの、自治会の役員の人とか、民生委員の人とか、老人クラブの人とか、あとはいろんなサロンとかね、夏祭りの代表とか、いろんな地域で活動している人たちが、2ヶ月に1回集まってそこで議論しましょうっていういろんなね、ことを話しましょうっていうことでできているその地域福祉推進委員会というのがあって、それが、発行してますというような体裁で作ってあります。で実際にはその実務があるんで、発行するにあたっていろいろ編集するとかね、そういう人たちが必要なんで、その人を決めましょうということで、当初からちょっと私がそういう役割を担っているということになってます。でそもそもね、私自身が、その地域福祉推進委員会というところに、入ってきた経緯をねちょっと思い出してみると、もうね十何年前になるんですけども、2010年に一応ね私公団が作った団地に、住んでるんですね。5階建ての中層棟と、あと4階建て3階建てがあって、でタウンハウスと呼ばれる、2階建ての、長屋みたいな、ところがあって、そういうのの混じった、240戸が住んでいる、分譲住宅の集合体なんですね。ですから、これがね区分所有法っていう法律でちょっと定められてて、その建物とか土地とかが、共有財産なんで、それを、その住んでる人たちでみんなでこうちゃんと管理しなさいということで管理組合というのがね、できてるんですね。で管理組合がね、毎年その業務を、やらなきゃいけないんで、それをやる人たちを選んで、総会というのを開いて選んでるんですけども、そこにが、要するに理事会という組織が、それですね、業務執行にあたる組織があって、でたまたまちょっと私がその年に順番が回ってきて、そういう役割になって、これもたまたま理事長ということでちょっと理事長になったので、団地のこと中のことだけじゃなくて、地域のいろんなね活動にも、ちょっと出てって、参加するというそういう機会があったんで、その時にその地域福祉推進委員会というのがですね、ちょうどね立ち上がって12年目ぐらいの時だったんですけども、出かけてって、最初はもうちょっと何も分かんないんでね、とりあえず、あるというので出てきましたみたいな感じで、黙って聞いてただけなんですけども、それが1年間ちょっとね、2ヶ月に1回ですけども、
参加して、でその時まではねあんまりこうちょっと実感として、そこに残るような感じは自分ではしてなかったんですけども、これもたまたまですけどもね、その2年目もね、団地の管理組合の理事長をやることになって、また2年目もそこに通い出したんですね。でその辺からねやっぱりいろいろ1年経って分かってきたことがいろいろあって、考えることも出てきたということで、自分なりにちょっとね、あの管理組合240世帯だけのこと考えてたんではなかなかうまくないなというのをすごい実感してたんでなんか地域全体のことを、考えてその議論できるようなそういう組織があるといいなと思いながらね、この地域福祉推進委員会だけじゃなくてねいろんな組織が地域にあるんですけども、そういうところに、はい、首を突っ込んで、見てたんですけどもなかなかね、子供だけの問題とかなんかの問題、というかそのなんかの課題にフォーカスしたやっぱり活動をしてるんですね、地域のあれでも。だもんでねなんか何でもいいから全体的なものを話し合いましょうっていう組織がね意外となかったんですね。でその当時の地域福祉推進委員会っていうのもまあ、今から考えるとちょっと、福祉というかその、いわゆる高齢者福祉ですね、に偏った、偏ったって言っちゃうと怒られちゃいますけども、そういうところにフォーカスを当てたような組織だったんですが、意外とね話し合う土壌が、地域からいろんな人が入ってきてるんで、なんとか関係ないこともいろいろ話し合えそうな、雰囲気を持ったその集まりだったんですね。でプラスねそれの温度をとってる、多摩市の社会福祉協議会っていうのその組織がね、これが要するにお役所とかそういうところではなくて一歩ちょっと分離した、正式にはその、福祉なんとか、法人なんですね。だから民間団体というふうに振り込んでますけども、行政から、一応社会福祉法かななんかに基づいた助成金をね、もらって運営しているということみたいなんですが、正確にはちょっと社協のホームページかなんかを見てほしいんですけども、そういうことでね、普通のお役所ではないようなちょっともうちょっとね緩い雰囲気を持った組織だったんですね。社会だったというか今もそうですけども、社会福祉協議会が。なのでね、そこはね意外とこう融通が利きそうなというかそういう聞かせてくれるような、方向性を持った組織だったんで地域のことを何でも話せるような組織体を目指そうと思ってた、自分にとっては、一番そういうのに近い団体だったんですね。なのでちょっと、そういうそこをちょっとこう、自分なりには少し、地域の団体としてはね一番、重要なところに位置づけてやってきたということですね。で2012年に福祉ポストの、2012年の3月31日ですかね、福祉ポストの第1号というのを一応出してこれもどっかで、話しましたけども、その時に、普通の広報誌というよりも地域の情報をね、
循環させるような本当の意味の広報誌を、作っていこうということで始めた、ことになります。で、それからね10年経ってねもう13年目ですけどもね、やっぱり、高齢者福祉だけじゃなくて、働くママさんパパさんとかね、そういう、働く世代のサポートとか、あるいはもっと言うとその子どもたちがちゃんと育っていけるように、いろいろ考えましょうとかね、その他地域に関わる問題っていっぱいあるんですけどね、災害時どうしましょうとかね。でそういうのをちょっと全般的に、あまり垣根なく、話せるように十何年経ってなってきたと思います、確実に。でちょうどねこの10年っていうのが日本も結構大きく変わる時期になっていますよね。で、失われた30年っていうのが、個人的な感覚ではねコロナを契機に、いろんなものがガカッと変わって、ちょっと明らかな下落坂道を転げる落ちるような感じのペースになってきたというような個人的にはちょっとそう感じるんですけども、ですからそういうところでもうなんていうかな、古典的な意味の、高齢者福祉とかそれから貧困対策とかね、子どもなんとかとかそういうねバラバラの切り口でやってるんだとなんかちょっとちぐはぐでうまくいってないという感じになってきて、やっぱり総合的に、絡めてちょっとうまく連携といいますかね、なんとかな、ちょっと言い方難しいんですけども連動して、その力が及ぶような形の活動をね、ちょっと意識的に考えていかなきゃいけない時期に多分なってきちゃってるんですね。でそういうことなんで、だからちょっとここの自分にとっては世界福祉協議会のそのやってる地域福祉推進委員会という組織がね、やっぱり結構重要な位置づけとして、今もあって、それをこれから本当にね実効性のあるものに少しずつちょっと置き換えていかなきゃいけないなという、感じですね。要するに話し合うことは非常に大事なんですけども、それを一歩進んだところにねなんか、具体的なものを作り上げていくというようなことに進みたいんですが、10年という月日がね結構長くてね、その頃昔はちょっと少しは、元気だったんですけども、だんだんね、高齢やる人も高齢になってきちゃったんで、次の世代っていうか若い人たちにつなげてどういうふうにそういうあれを、継続的にやっていけるかっていうのが今のねちょっと一番の、課題ですね。これはね結構大きな課題で、これがちょっと毎日クリアできないと我々がいなくなったら活動もいなくなるという話になってしまうので、ちょっとそれだけは避けたいので、なんとか次につながっていけるような形でちょっと考えていきたいなと思います。はい、今日はこのくらいで、ですね。またちょっとね次回も気づいていろいろ話したいことがいっぱい、あるんで、続いていくと思いますけども、はい、じゃあ今日は、聞いていただきありがとうございました。